今日も今日とて動画編集大変だな。あ、このガジェットすっごい欲しい。でもこれはちょっと値段も高すぎるし、動画にするにはインパクトに欠けるよな。ネタも考えなきゃだし、そろそろ新しく購入するか。ちょっと待って。収録してた録画ファイル。全部消えたんだけどこれどうしたらいいの？結構長い収録のやつも持っていかれたじゃん。また撮り直しじゃんか。そんなあなたに、この商品をお教えしましょう。は。その声は。そうです。ずんだもんです。ということで皆さんこんにちはなのだ。なんだったのこの茶番。そんなことよりずんだもん大変だ。さっきの茶番で YMM4 のレイヤーがいっぱいいっぱいになってしまった。それそうでしょ、こんな茶番作ってたら。ということで本編やっていくのだ。ということで今回紹介する商品がこれなのだ。これって最近出た100均の SD カードじゃない？そうそう、知ってる人も多いと思うけど、暴撃安店ポトダイソーで購入した SD カードなのだ。おとか言っておきながらはっきり名前は出すのね。それで、なんで今になってこれを紹介するの？これ、パッケージにも書いてあると思うけど、40Mbps の高速通信に対応。さらには静電気耐性もあると記載がされているのだ。スペックだけ見たらかなりコスパよく見えるわね。ということで今回は普段使っているサンリスクの SD カードと比較して良いところ悪いところを見ていこうと思うのだ。ちなみに画面はもうパッケージの2面を見捨てるわよ。相変わらずの計画性のなさなのだ。ということで一旦画面をぬるぬるっと戻して、せめてスルスルとかじゃないの？表面の記載はこんな感じで、写真や動画、音楽にスマホで使えることが書いているのだ。まあ、わからない人もいるだろうし、そういう記載は結構大事だったりするんじゃない？続いて裏面。こっちには詳細が記載されているわね。こっちには保存の目安容量が書かれているのだ。他にも色々仕様が書かれているけど、ずんだもんはわかるの？わかんないのだ。ということで早速開封していこうと思うのだ。と、ここで個人的マイナスポイント。これ、開け口らしい開け口がないのだ。確かに、どこから開けたらいいのか困ってるわね。実際めんどくさくなってカッターでこじ開けたよ。個人的にはパッケージも綺麗に残しておきたいタイプだから、開封しにくいのはマイナスポイントなのだ。まあでも所詮は100均だしね。ということで開封した SD カードがこれ。一応ケースもついてる感じなのね。一応本体がこっちの小さい SD カード。大きい方は変換アダプタみたいなものなのね。裏面も電子接触部分があって特に問題はなさそうなのだ。ということで早速検証に移っていくわけなんですけど、なんか今回おふざけが少なすぎると思わないかい？まあ解説動画なんだし、普通はそういうものじゃないの？そう、一応これは解説動画だからできるだけ分かりやすく対象の商品を紹介できるかが肝になるわけですよ。ちょっと待って。でも前回あれだけネタを押す日コメントいただいてたんだから、無理してボケなくてもいいんじゃない？グーの音も出ない返しなのだ。仕方ないわよ。まあとりあえず今回検証していくのは記憶媒体のベンチマークといえばこれクリスタルディスクマーク。画像がガビガビね。クリスタルディスクはサンリスクの SD カードと速度を比較検証していくのだ。あと一応容量詐欺がないように H2 テスト W バージョン 1.4 も回していくのだ。こっちも相変わらずガビガビ。まともな参考画像がなかったのだ。ということで画面は戻って今回使う SD カードリーダーを紹介しているけど、規格が古すぎてまともな測定ができなかったのだ。なんでそんな参拝持ってるのよ。というのもこの100均の SD カード表面にも記載されている通り UHS-1 に対応しているのだ。だから UHS-1 に対応した SD カードじゃないと最大限の性能は発揮されないのだ。それでどういう風に対応したの？一応検証用のノート PC が UHS-1 に対応してたから直差しで対応したのだ。だから今背景で流れているのは全くの無意味な映像なのだ。とてつもなく滑稽な姿ね。ということで早速検証した結果を比較していくのだ。ということでまずは容量詐欺があるか否かなんだけど、こういう風にソフトで検証してみた結果、ちゃんと高承知の 64GB あることが分かったのだ。まあ100均とはいえ大手企業だし、さすがに詐欺みたいなことはできないでしょうね。本当にそうだろうか？そうだよ。ということで次にクリスタルディスクマーク。これは簡単に言ったらファイルの転送速度を測るソフトなのだ。確か高承知は 40Mbps だったわよね。そうなのだ。これがちゃんと高承知通り出るか試してみたのだ。また今回の比較対象の SD カードがこれなのだ。スペックは似た者同士って感じがするわね。詳しい解説は省かせていただくけど、注目してほしいのはその価格差。同じ容量 64GB でもだいたい1300円くらいの差があるのだ。まあ安定のサンリスクだしね。この価格差でどれくらい近づけるかが見ものなのだ。それで結果はどうだったのよ？結果はこんな感じ。左が比較対象のサンリスク製で右が100均の SD カードなのだ。高承知ほどではないけど
ちゃんと近い筋は出てるのね。意外にも意外な結果が出たから正直驚いてるのだ。でもやっぱりランダムアクセス性能に関しては3リスクの方が少し高かったり、書き込み速度に関しても3リスクの方が優れていたりするのだ。微々たる差だけど、そこはやっぱり値段相応なのね。ということで次の検証に行こうと思うのだ。あれ、今回の検証は2つだけじゃなかったの？僕も最初はそうしようと思ったんだけど、明らかに動画の時間が短くなりそうだから急遽検証を増やしてみたのだ。またウプ主の配分ミスなのね。それでどんな検証をしていくのよ？次の検証は実用性を重視して、一眼レフでの連写で書き込み速度がどれくらい影響するかを比較していこうと思うのだ。一眼レフの連写？そうなのだ。一眼レフの連写はいくらカメラのスペックが高くても SD カードの性能が低かったら遅くなってしまうのだ。だから性能差を体感するのにちょうどいい検証だと思ったから検証していくのだ。ということで準備したのがニコンの D5300。 これを使って2つの SD カードの連写速度を比較していくのだ。普段趣味で使ってるカメラね。でも性能差ってそんなに顕著に現れるものなのかしら？それは見てみてのお楽しみなのだ。ということで早速見ていってほしいのだ。まずは3リスク性。あれ、明らかに遅くなってるわね。そう、実は最高画質最高速度で連写すると3リスクでも写真を書き込むのが遅くなるのだ。2000円とはいえ仕方ないのくしゃ。じゃあ次に100均製 SD カード。あれ、こっちの方が遅いわね。もう一回聞いてみてほしいのだ。いかがだったのだ？なんというか3リスクの方は遅くなっても一定に連射できていたけど、100均性能は遅くなると一気に不安定になっていたわね。そうなのだ。案外数字で見ると大した変化はなさそうだけど、実際にこうやって使ってみると大きな変化が見られたのだ。でも値段の割にはかなり検討していたんじゃない？確かにコスパという面ではかなり優れてはいるけど、普段使いとかでは不安定さが怖くて使いにくいのだ。まあ安定と信頼で言ったら3リスクの方が圧倒的よね。ということで結論、案外使えるけどメインでの使用はおすすめしない。サブでの使用か忘れた時に補填で買うのが一番いいわね。メインでの使用はデータが飛ぶ可能性があるから正直おすすめしないのだ。ということで今回はここまで。今回は前回よりおふざけ少なめにしてみたわ。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いするのだ。コメントや高評価が日々の励みになってるわ。次回も見に来てほしいのだ。それじゃあバイバイ。